今日のセール、一つ目から宇宙が広すぎるわね。いきなり財布が試されるのだ。それ気になるじゃん。じゃあ最初はノーマンズスカイから行こう。もうすぐ10年なのに、まだ大きな更新が来るのがノーマンズスカイなのだ。長く続ける前提で手を入れ続けるの、なかなかできないわね。古いゲームって感じが薄いの。ちょっと気になるじゃん。今は 60% オフで2600円なのだ。通常6500円から下がっているのだ。7月28日の2時までなら、宇宙旅行の入り口としては手が届きやすいわ。この値段なら、まず触ってみる人増えそうだよね。しかもクロスセーブ対応なのだ。別の機種に移っても、続きが持っていけるのだ。作り込んだ基地や道具を置いていかなくていいのは安心ね。家で遊んでた続きが別の端末でもできるって、地味に便利じゃん。次の更新では、空にガラスのハイブが出るのだ。名前だけで不穏さがあるわね。しかも性格診断で3つの陣営に分かれるんでしょ。急に学校行事っぽいじゃん。みんなで協力して、その脅威に向かうらしいのだ。一人でフラッと歩く遊びと、みんなで動く遊びの両方があるのが面白いわ。みんなは、広い宇宙を好きに回るのと、協力イベントに乗るの、どっちが刺さるじゃん。僕は、何もない星を見つけるだけでも楽しそうなのだ。私は、この値段なら買うかどうかを早めに決めるわね。アーシは、宇宙の景色がどこまで違うのか見てみたい。次はパルワールドのセールなのだ。出たばかりで、もう 30% オフなのだ。2380円は手を出しやすいわね。通常3400円なら、差もしっかりあるわ。7月24日の2時までか。短めだから、迷うと流れるやつじゃん。春って相棒の生き物たちなのだよね。戦うだけじゃなく働くのもあるのだ。働くって言い方、随分雑ね。まあ、農場や工場を回せるなら忙しいのは確かよ。あーし、それ聞くと、可愛い見た目でやることが多すぎるのが気になるじゃん。しかも建物まで任せられるのだ。ピラミッドも作れるって規模が飛んでるのだ。自由度は高いわね。生き残るのが先か、理想の拠点作りが先かで遊び方が変わりそうよ。戦う、集める、作るで、毎回違う遊び方になりそうだよね。サバイバルなのに、のんびり牧場気分も混ざるのが面白いのだ。ただし気楽な見た目だけで入ると、忙しさに驚くかもしれないわ。それってさ、最初に何をしたいか決めた方が、迷子になりにくいじゃん。戦うのか、立てるのか、両方なのかで印象が変わるのだ。私なら、価格と内容を見たら前向きね。みんなは、相棒と一緒に戦う方と、作る方、どっちが好きじゃん。僕は建物が大きくなるのを見てみたいのだ。私は、2380円なら試す価値はあると思うわ。アーシは、まず相棒がどこまで働くのか見てみたい。次はサキスファクトリーのセールなのだ。工場を組み立てるのが好きなら見逃しにくいのだ。30% オフで3150円。通常4500円よ。7月27日の2時までね。工場ゲーって、始めると机の上みたいに配線が増えるやつじゃん。しかも一人でも友達とでも遊べるのだ。惑星の資源を集めて、どんどん広げるのだ。今回の更新では、対応している端末なら画面を軽くしやすい新しい機能も入ったわ。綺麗さを保ちつつ動かしやすくするやつだよね。そうよ。見た目と軽さのバランスを取りやすくする機能って思えばいいわ。それと、写真モードを出た後にカメラ位置が戻る不具合も治ったのだ。地味に困るやつじゃん。倉庫の中で見たい場所がずれると、結構ストレスだよね。収納の中の見え方が変になる問題も直しているし、遊びやすさの手入れが細かいわ。家庭用機での再開周りで落ちるかもしれない問題にも手を入れたのだ。つまり、今から始める人にも戻る人にも優しめってことじゃん。工場って、完成品より途中の広がりを楽しむ人向けでもあるのよね。ずっとベルトを伸ばしてるだけで、なんだか気分が上がるのだ。みんなは、工場が完成に近づく瞬間と、線が伸びていく途中、どっちが好きじゃん？私は、整っていく瞬間が一番気持ちいいわ。僕は、迷路みたいになっても進む感じが好きなのだ。アーシは、綺麗に流れ始めた時の音が結構好き。次はデルタルーンのセールなのだ。
賞を追いかける楽しさがある作品なのだ。20% オフで3184円。通常3980円よ。7月21日の2時までね。期限が一番早いじゃん。気になるなら、先に見ておく方が良さそう。第5章まで遊べて、さらに先も無料で増える予定なのだ。長く続く前提の作りって、今から入っても追いかけやすいわね。ストーリーが続くって、次の更新待ちまで含めてワクワクするよね。今回のパッチでは、いくつかの不具合を直したのだ。例えば、進み方が止まる状態の修正や、余計な負担がたまる問題の対処ね。進めなくなるのはしんどいじゃん。治ってるのはかなり助かるよ。アキラごとのゲームだから、止まると余韻まで止まるのだ。あとは、第6章を2027年目標にしているのも気になるわ。それって、先がちゃんとあるってわかるのが強いじゃん。長く楽しめるのは嬉しいのだ。音楽も物語も評判が高いから、セールで触るのは悪くない選び方よ。みんなは、完結まで追うタイプと、途中で一気に遊ぶタイプ、どっちが合うじゃん。僕は、先が増えていくのを待つのも好きなのだ。私は、今の価格なら手を伸ばしやすいと思うわ。アーシは、あの独特な空気感が気になってる。次はにゃんこ郵便局のセールなのだ。猫の郵便局を立て直す話なのだ。15% オフで1615円。通常1900円よ。7月24日の2時までね。1900円からこの値段なら、かなり手を出しやすいじゃん。島の郵便局で荷物を仕分けして届けるのだ。のんびりした作業が中心なのだ。でも、前の郵便屋さんが消えていて、山ほど荷物が残っているのね。猫の郵便局なのに、いきなり大仕事って感じだよね。夜になると月明かりで荷物の秘密が見えるのも不思議なのだ。ゆるいだけじゃなくて、少しだけ謎が混ざるのがいいわね。片付け系って、自分の並べ方がハマると一気に気持ちいいじゃん。荷物を分けて、ラベルをつけて、少しずつ回すのだ。今回のパッチでは、途中で詰まった時にやり直しやすいボタンも入ったわ。それ、地味だけどかなり助かるよ。保管スペースも増えて、船にも荷物を置きやすくなったのだ。細かい調整が入って、かなり遊びやすくなっているのね。みんなは、こういう整えるゲームって、黙々とやる派じゃん。それとも相談しながら派？僕は並べ方を考えるだけで楽しいのだ。私は、最初に置き場所が決まると落ち着くわ。アーシは、見た目まで揃うとテンション上がる。今日はセールの熱が高かったのだ。気に入ったなら、高評価を置いていくと嬉しいわ。アーシは、どのゲームも方向性が違ってむっつりしたじゃん。また次回も一緒に見てほしいのだ。